どうもリュウクです。今回はエイブルキャリーからリリース前サンプルを送ってもらったので、いち早くレビュー動画を撮ることができました。普段使いリュックに革命をもたらすのか、デイリープラスレビュー行ってみましょう。まずはじめに良かった点から。隠しボトルポケット。今回のアップデートで最も注目すべきは、前作ではなかったボトルポケットが追加されたことです。ボトルポケットを実装する際のよくある課題の一つに、見た目のシンプルさが損なわれてしまうという点があります。しかしこのデイリープラスの場合、今までの優れたデザインはそのままに、ボトルポケットの機能のみを新たに追加することに成功しています。厳密にはこの追加によって中のポケットが一つ廃止されています。しかしその代償を払うにふさわしいメリットがこのポケットにはたくさんあります。その一つがバッグを両肩から下ろさずに片方だけかけた状態でアクセスできる場所が増えたということです。このスペースはウォーターボトルや折りたたみ傘など長いものを入れるように設計されていますが、ジッパーが完全に閉まり、独立したスペースとしても使うことができるので、小物を入れておくこともできます。またパッと見ではポケットがあるかわからないほどバッグ全体に溶け込んだデザインのため、セキュリティ上のメリットも享受することができます。中の伸縮ポケット。前作でチャック付きのメッシュポケットだった部分は伸縮性の高い二重のポケットに置き換えられています。このポケットは11インチクラスのタブレットがぴったり収まる深さのスペースと、薄型のマウスやスマートフォンなどを収納しておくのに最適な深さのスペースに分かれています。バッグの中でほとんど揺れないこの場所に位置しているポケットにチャックは必要ありません。また PC の周辺機器を固定しておくのに十分なホールド力があるので、この置き換えは素晴らしいアップデートです。サイドにはペンを挿すポケットもあるので、 Apple Pencil の位置を固定しておくこともできます。抜群の背負い心地。エイブルキャリーの売りの一つである背負い心地に関しては、業界でもトップクラスのパフォーマンスを発揮し続けています。中でもちょうどいい大きさかつ十分なクッションを兼ね備えたデイリーシリーズは最も背負い心地がいいバックパックです。もちろんハーネスの長さを短めに調整し、チェストベルトを装着するとそのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。普段ハーネスの長さやチェストベルトをいじらない人でも、このバッグで一度試したら思わず毎回調整したくなるほど体にフィットしています。取り外し可能なキーループ。フロントポケットにあるカラビナのついたキーフックは取り外しが可能で、バッグに縫い付けられているのはただの紐ループになります。近年のバッグブランドはフィドロックをはじめとしたさまざまなキーフックをバッグに採用しています。ほとんどの場合本体に縫い付けてあり、後から好きなものに変更することはできない仕様になっています。この仕様によってバッグ本体が好きでもキーフックだけが気に入らない人が出てくることは簡単に想像ができます。このバッグは購入者が後からキーフックをカスタマイズすることもでき、さらに最もシンプルなカラビナ式のキーフックが付属されていることに非常に好感を持てます。隠しポケット。バッグの PC ポケットのすぐ近くにジッパーがあり、ここからクッションパネルの収納されているスペースにアクセスすることができます。このスペースを書類等を入れる場所として使うには少しタイトすぎるので、重要度の高い書類を運搬する以外あまりアクセスすることはないです。しかしこのスペースにはベルクロで閉じられているポケットがこっそりと存在しています。ここはトラッキング用のエアタグなどを入れる場所として最適です。仮にバッグが盗難に遭い、犯人がエアタグを探そうとしても、この場所を突き止めるまでかなり時間を稼いでくれることでしょう。
自立する。バッグの中から物を快適に取り出したり、中のものに無駄な衝撃を与えないためにも自立するかどうかというのは重要です。このバッグは中にある程度のものを詰めることで自立することができます。バッグ底面に厚手のクッションがあるので、地面に直接置いたとしても中のものを傷つける心配はありません。以上が良かった点です。ここからは少し気になるポイントを話していきます。ボトルポケットと開けやすさの問題。最初に紹介したボトルポケットはバッグの蓋側に位置しています。このバッグはクラムシェルオープンのようにジッパーが下まで開き、完全に真っ二つになるタイプではなく、ハーフジップでほぼ半分までしか開かないタイプなので、大きく開いて荷物を出し入れする際は蓋が折れ曲がった形になります。その際、このボトルポケットに大きなものを入れておくと干渉して開きづらいと感じるでしょう。上部のポケットがタイト。バッグ上部にポケットがあり、パスポートなどを収納しておくのに適したスペースになっています。しかし AirPods など厚みのある小物を入れておくには少しタイトで、頻繁に出し入れするクイックアクセスとして利用しようとすると少し使いづらいと感じました。しかしこのポケットはこのバッグで2番目にセキュリティに優れたポケットであるため、たまに取り出す貴重品を入れておくのがいいと思います。 PC の出し入れにコツがいる。移動を伴う仕事をしていると一瞬だけ PC を取り出して確認したいことがたまにあります。そんな時にバッグの奥底に PC が入り込んでいると絶望的です。デイリープラスには PC 専用のポケットがあるためそのような心配はないですが、 PC を取り出す動線上に障害物があります。メインコンパートメントのジッパーは背負った時の上部後方から下部の前方に向かって切れており、開けた時に傘のような形で上部を覆う状態になります。一方 PC ポケットは背中に沿ってまっすぐで、メインコンパートメントのジッパーに対して30度ほどギャップがあります。この差のせいで上部の布を中に折り込む形に避けて PC を取り出す必要があるので、 PC を取り出す際に少しコツがいるということです。結論。前作の不満点を徹底的に解決。個人的に気に入らなかった前作の不満点はほとんど解決していました。そしてその解決方法には拍手を送りたいほど前作のデザインを完璧に継承できています。カマキリへの進化。よくエイブルキャリーのデイリーとウェクスレイのステムは似ているという声を見かけます。それ以外にもバッグ同士の構造が似たものはよく目にします。これはそれぞれのデザイナーが最適な形を突き詰めた結果、一つの方向に集約しているんだと思います。僕はこの傾向を見たとき、あるカマキリについての話を思い出しました。一見同じ種から派生したように見えるさまざまな種類のカマキリは、実は全く違う種から進化してこの形に集約しているという話です。バッグについてもある共通したマスターアーキテクチャをもとにその他の部分で差別化を図ることは使い手にとっても親切だと感じています。そしてこのデイリープラスはその未来に一歩近づいたと感じさせてくれました。いかがだったでしょうか。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューや生活に役立つ情報を配信しています。またメインチャンネルのイミグラムではこのチャンネルよりはるかに多くのバッグをパッキング形式で紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。また Twitter、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。